皆さんこんばんは。ちょっと夜なので、夜に撮影しているので、ちっちゃい声で喋ってます。音声入ってますでしょうか。はじめまして、私、フライタイイングの動画を、ちょこちょこ上げております。猫と申します。ちょっと待ってくださいね。シンプルな、今日はパートリッジ&オレンジを巻きながら説明させてもらいます。あと、私がタイイングの際によくオリジナルと言ってるのがこちらのスレッドになります。カラーはクリアですね。透明です。で、これ素材がですね、一般的にはゲルスパンと呼ばれる素材を使ってます。いわゆる PE ですね、ポリエチレン。で、これ非常に細くてですね、通常でだいたい80よりちょっと細いぐらいで、これをさらにこうタイミングの時にこうくるくる回して寄るとですね10ぐらいまで、細くなります。私はもうこちらの、スレッドが今メインになってますね。はい、ではパドリッジ&オレンジを巻きながら、タイイングの際スレッドの取り扱いで気をつけるところを、ご説明したいと思います。フック、これはウェットフライの8番です。どこのメーカーでも TMC でもいいですし、パートリッジでもいいし、どこでもいいですね。で、まず最初に、私が普段使っているこのゲルスパン、PE 素材のスレッドというのは、何もしてません。塗装もしてませんし、ワックスもついてません。で、ワックスは、こちら、これビニヤードの、ワックスです。何でもいいと思います。TMC の島崎のホットワックスでもいいし、だから私がよく使うのが裁縫屋さんで売っている蜜蝋、四角いもう安い100円とか200円で売ってる蜜蝋があるんですが、ああいうものでも別に構わないと思います。で、何でもいいんですが、ワックスをですね、最初に軽く通し、もうこれでいいです。これだけでいいです。あんまりゴシゴシやる必要はないです。もうこれで十分ワックス効いてますので、で、最初に、フックシャンクに巻き留めます。で、この時ですね、なぜこのゲルスパン素材を使うかというと、単純に酔っていないので、フラットになるということですね。ですので、素材を乗せやすいという、それだけの理由です。で、基本的に私、下巻きは全てこうやって密に巻きます。どうして密に巻くかっていうと、フックというのは非常に滑りやすいものなので、ワックスを効かせたスレッドで、前から後ろまで一通り下巻きをすることによって素材が滑ることを、防ぐ目的があります。で、次、そうですね、もう一般的なパートリッジ&オレンジですので、ごく一般的な巻き方をしたいと思います。ティンセルはユニのマイラーを使います。ごめんなさい。くっつけちゃった。マイラーを使います。これマイラーの、16番サイズを私は好きでよく使います。で、まずマイラーを巻き留めます。ボディにフロスを使います。オレンジのフロスです。これはですね、実はナイロンではなくて、アセテートという素材の、細いフロスになります。どうしてこれ使うかっていうと、単純にシルクでも何でもナイロンでも何でもいいんですけど、発色が水中での発色がいいので私はこれを愛用しています。で、細いので2つ折りにして、2本にします。このフロスを使う場合は、まず前に留めます。ここにハックルを巻きますので、ハックル部分の余分を、愛1つ分ぐらい開けて、
止めます。でこの時に今キュッと締めました。2回か3回仮止めをしておいて最後にキュッと締めます。これがすごく重要です。それはハックルを止める場合でも何でもそうなんですけど、最後のキュッと締めるやつで素材がかっちり止まります。でこの時必ずスレッドにワックスがついていないスレッドであればもうしっかりワックスを効かせておくということですね。ここでフロスを止めます。でこの時も今2回巻いて仮止めをしました。でこの後最後にキュッと締めます。フライを巻く時のスレッドの重要性というのは何かというと、素材を巻き留めるマテリアルを巻き留めるという目的があるんですが、その際ですね重要なのは結局フライタイイングってスレッドワークなんですよね。スレッドをいかに上手に使うかというところでフライタイイングは綺麗なフライに仕上がるかどうかというのは決まってくるんじゃないかなと私は思ってます。でティーンセル最後アイの手前まで巻き終わったらこれちょっと小ネタですけど軽く後ろに縦気味にして前に1回巻いておきます。これで滑らなくなります。でティンセルをカットします。でこれでボディができました。次にハックル。ハックルは、パートリッジを使うんですけどこれもだいぶ使ってても結構ハゲハゲになってきてるんですけどパートリッジの、ネックのとこではなくてこのねネックのとこではなくてこのバックフェザーいわゆる羽のウイングの間にあるバックフェザーというブラウンフェザーとも言いますけどここを使います。大きさは適当でいいんですけどこんな感じではい、これがハックルに使う、ブラウンパートリッジ、背中の部分の茶色い羽です、ちょうどウイングの間に生えてる羽ですね。でこのウェッブと言われるモワモワの羽毛のようなところを取り去ってこういう状態にします。で巻き留めるのは根元で巻き留めるんではなくてティップ部分で巻き留めます。先ほど見ていただいたようにワックスをもうすでにかけてます。ですのでこれでもう素材は滑りません。ギュッと引っ張ったら滑りますけど、普通に巻き留める分にはこれで十分止まります。で繰り返しですけどもワックスはもうガリガリやる必要はないです。こうやって当ててシュッと下に1回ずらす。もうこれで十分です。これでもう十分ワックスが効きますので。で、最後1回ティップ部分の前に1回通してカットします。この前に1回巻くっていう作業が結構重要です。で今2回巻いて仮止めをしました。でこの後もクッと軽く締めていただくともうこれで十分ハックル止まってますのでカットします。でソフトハックルの場合はこんな感じでハックルが綺麗に立ち上がった状態で、仕上がると、水中での動きがこ
ファッファッファッ、こう水中でこうフライをアクションさせた時にですね、ファッ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 とこう動く感じになりますんで、私はだいたいこのぐらいの角度で仕上がるようにしてます。で、当然見ていただいたら分かるように、ハックルはクリア、透明です。でこのまま仕上げてもらってもいいんですけど、私の強い味方、マッキーちゃんを使ってですね、スレッドを黒に着色します。一つにはですね、私がなんでクリアのスレッドを使うかというと、素材の色が透けて、色移りがしないということが一つか、もう一つはこういうふうな感じでヘッドを仕上げるときに自分の任意の好きな色に着色をして仕上げることができるというので、このクリアを好んで使っています。で、最後ですね、多少なんていうかこんな感じでハックルがなってもですね、最後にクッて仕上げればいいので、こんな感じでヘッドを仕上げて、最後ウィップフィニッシュです。ウィップフィニッシャーで1、2、3、フライの種類にもよるんですけど、私はだいたい2回か3回ウィップフィニッシュしたらもうこれでフィニッシュ終了です。で、必ずやらなければいけないのはフックを押さえておいてスレッドを下にしっかり引っ張る。これによって、スレッド同士、スレッドが先に巻いてあるスレッドの奥にグッと食い込みますので、これによってしっかりスレッドが止まります。はい、以上です。で、繰り返しますが、スレッドを使う時のコツというのは、スレッドはそのマテリアルを止めることが目的なので、その意味でいかに、しっかり壊れないフライを作るかという意味では、十分に締め込むということ、それからワックスを必ず使うということで、可能な限り細いスレッドを使う。で、可能な限り細いスレッドを使うことによって、ボディですとか他のところの、例えばこのヘッド周りですとか、こういったあたりがきれいに仕上がるんじゃないかなというふうに思います。以上です。もしよかったら参考にしてみてください。ありがとうございました。